こんにちは。今日はいろいろと調べてまいりました。美味しい秘密大発見ということで、キャロットケーキに挑戦していこうと思います。まず材料こんな感じなんですけど、パウンド型でね焼いていこうと思います。ただね、人参だけでねこれだけの体積を使うということで、本当にこの材料が全部ねパウンド型に入るのかなっていう不安がちょっとあるんだけど、とりあえずやっていきますね。でね、人参がね今日賞味 150g いるということで、大きめのサイズのやつを皮ごとちょっと使っていこうかなと思います。でですね、すりおろしていくんだけど、うちにねこのねなんていうの、大根おろしとか薬味する目の細かいおろし金しかなかったんだけど、これだとね水分が出すぎるんだってよ。だからチーズするやつみたいなのでね、みんな吸ってはんねんけど、ないからやってみたけど大丈夫そうですね。あのままいってみます。で、後で言わんといてのオーブン予熱ですね先に言うといてよのオーブン予熱しときまして、では生地作っていきます。いろんなねレシピを今日は見てたんですけど、ポイントはこれ、シナモンはね結構ベースかなと思うんですけど、下のジンジャーパウダーですね、これを入れるとすっごく美味しくなるっていうのを見かけましたので、今日ちょっとやってみようかなと思います。ギャバンのやつをね買いましたね。1本320円ぐらいやったかな。なんか使い切らんかったらどうしようと思ったけど、買ったねえ、使い切らんかったらどうしようかね。カレーにでも入れたらいいかな。とりあえず買っちゃいましたね。でね、具材は今日このねレーズンとくるみなんだけど、今出てるようにね雑誌で特集されるぐらいやっぱりキャロットケーキってすごい人気なんですよね今ね。で、左下にザシティベーカリーって見えるかな。ちょっと小さくて見えへんかな。ここのやつがねすごい美味しいっていうのを聞いて、ちょっとゴールデンウィーク中にね食べてきました。めちゃくちゃ美味しくて、で入ってる具材がね今出てる感じなんだけど、チョコチップがね入ってるらしいんですよ。私ね食べててもちょっと気づかへんかってんけど、これがねかなりポイントみたいで、今日入れんの忘れたね今日私入れようと思ってたのにね忘れちゃったね。また今度作るわ。今日はねジンジャーパウダーの検証ということで、ほんでねめちゃくちゃぴったりやったな絶対溢れると思ってんけどね、全然ぴったりでしたね。よかったよかった。ちなみにね今日ベーキングパウダーと、ちょっと待ってね熱いから手袋します。重曹ダブル使いで入れましたけど、ベーキングパウダーはね縦に膨らむ、そして重曹は横に膨らむっていう風に言われていたので、とりあえずどっちも入れたらでっかく膨らむかなということでどうでっかく膨らんでますね。OK ということで入れました。ただね重曹を入れると焼き色が綺麗につくっていうことでしたので、綺麗ね。いい感じできました。じゃあ粗熱を取ってる間に、上にねフロスティングって乗ってるよね、あれを今日はクリームチーズで作っていきます。本当はねオレンジの皮入れたかったんだけど、なかなかね食べられそうなオレンジの皮が売ってなくて、ちょっとレモンにしてみましたということで、なんやかんや言うてる間に完成しました。いかがでしょうか。本当はね冷やしてから食べた方がいいんだと思うんですが、ちょっとね我慢できないのでいっちゃいますね中身はどうでしょうかと。
ススススッと。どう？まず香りがすごくね、バターやっぱ入れてないから、バターの香りっていうよりかはスパイスのねすごいいい香りがしてめっちゃいいっていうのと、あとねパサつきは全くないですね。めちゃくちゃなんかしっとりしてる。まだね焼きたてですけどね。ちょっとねいただきますね。こんなに下手くそにケーキ食べてるやついるあ、できた。はい、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。今日ね大成功ですね。言ってましたポイント、ジンジャーパウダーですけど、これは間違いなくね入れた方が私は好きですね。ちょっとね多かったかな。今日 1g 入れましたけど 0.6 ほんなもう5でもいいやんできするけど0.6 ぐらいにして、シナモンをねやっぱりベースにすると美味しいので、シナモンをね 2g 倍にしてもよかったかなっていうような感じですがね、皆さんのお好みだと思いますが、ジンジャーパウダーかなりおすすめでございます。焼きたてはやっぱりちょっとねスパイスの味が強いかなと思いましたが、私ねちょっと量が多かったので冷凍してみたんですけど、冷凍したらすごく味が馴染んで生地もしっとりして美味しかったですね。今日は美味しい秘密大発見、おすすめスパイスでキャロットケーキ作ってみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんのおすすめがあればね、もしよろしければ教えていただければ嬉しいです。はいここまでご視聴いただいてありがとうございます。また見てね。バイバーイ。